こんにちは。ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日は新たに開墾をして畑にしようとしている土地の土作りについてのお話をさせていただきたいと思います。以前ここは荒れ地にしてましたので、草を引いてトラクターで一応耕しましたけども、今現在ちょっと見ていただいたらと思いますが、すごく硬くなっています。こちらはその後トラクターで耕した後、豆トラで 2,3 回耕していますので、見た感じはふかふかしているように見えますけども、これは雨が降ればまた元のカチカチに戻ります。というのは有機物を入れてないですので、土の中に空気、酸素が有機物によって酸素が土の中に混ざるとふかふかになるんですけど、有機物入ってないと雨が降るとまたカチカチの土に戻ったりしますので、やはり有機物、いろんな有機物でありますが、私はもみ殻を使いますし、米ぬかを使いますが、バーク堆肥であり牛糞堆肥であり、いろんな堆肥を入れることによって土はふかふかにはなっていきます。ただお金をかければどんどんいい有機物もありますけども、なるだけお金をかけないでふかふかの土を作りたいと思いまして、私はもみ殻を入れています。そして土の中にいろんな微生物が入ることによって、土の中で微生物が働いてくれます。そういう土を作っていきたいと思っています。微生物は入れた時は微生物も働きをしてくれますけど、いつまでも元気に働いてはくれません。だから元気に働いてもらうためには、微生物の住処であるもみ殻くん炭を入れたり、またいろんな菌、例えば米ぬかであれば乳酸菌が入ったりして、微生物の餌を入れてあげることも大事だと思います。そのようにしていろいろ工夫をしながら土作りをしています。それではちょっと硬い土と柔らかくなった土を見ていただきましょうか。ここの土は後から入れてもらった土なんですが、トラクターで耕していますので多少は柔らかいです。でも野菜を植えた時に、じゃあスムーズに根が張るかといえば、それほどスムーズに張るほどのふかふかの土ではないです。これに有機物やいろんな微生物を入れることによって土がふかふかに変わっていきます。それをちょっと見ていただきましょうか。ここは豆トラで耕しただけでふかふかのような状態には見えますが、すぐに雨が降ったりすると固まってしまいますので、ここにこれからいろんな有機物、私の場合はまずもみ殻を入れて、それから米ぬかを入れて、そしてぼかしを入れたりして微生物を増やしていきます。そしてその微生物に働いてもらうっていうもみ殻くん炭も住処にするためにくん炭も入れます。ここはまだふかふかにはなっていません。ここはもみ殻とぼかし声、いろんな微生物の入ったぼかしと、それからくん炭を入れていますので、ふかふかの度合いが全然違います。そちらの先ほど見ていただいたのともう全然ふかふかが違いますよね。これも完全にじゃあできたかっていうと、まだここは完全ではないですが、かなりふかふかの状態には近くなっています。こちらのちょっと一段高い分については、もうじゃがいもを植えようと思いまして土作りを一応やっています。完璧ではないですけど、この低いところを1メーター500ぐらいの1メーター50センチぐらいの幅で今日はちょっと土作りをしてみたいと思います。まずもみ殻を
たっぷり入れます。これバーク堆肥をこんなにたっぷり入れるとかなりの金額になりますので、私はもみ殻で代用しています。もみ殻にはケイ酸も入ってますので、それと割と殻が硬いですのですぐ土になってしまわないっていういい面もありますので、もみ殻は結構重宝しています。バーク堆肥なんかで土作りをしようと思えば、やはりこれぐらい入れるとかなりの金額になります。私はお花を作っていた時はトラックで5台ぐらい持ってきてもらったり、大きなトラックでそれを機械でハウスの中へ順番に入れたんですが、堆肥だけでも年に何十万かはいりましたので、家庭菜園の場合はそんなにお金をかけて土作りにお金をかけるのはもったいないですので、もみ殻が安くて軽くて長持ちしますので、土の中に入れてもまた来年も入れますけど、入れてもかなりもみ殻は数年間土の中で形が崩れないままで利用できますので、安くはできますが、ただもみ殻が手に入らない場合はもうバーク堆肥とか、例えば草を買って毎年すき込むとか、そんな方法もあります。ではこの上に米ぬかを入れて、土の中で乳酸菌によって発酵する土を作っていきたいと思います。次は今から米ぬかを入れていきたいと思います。米ぬかもたっぷり入れます。もみ殻を入れて米ぬかを入れて耕した後は絶対1ヶ月以上は寝かしてほしいです。今回はちょっとたっぷりめですので1ヶ月以上は寝かす必要があると思います。今日は新たに開墾する土地ですので、ちょっとたっぷりめに米ぬかともみ殻と入れていますが、何回か畑で作ったことのあるところにはこれほどたっぷり入れなくても大丈夫かと思います。米ぬかは精米所、精米所で無料でいただけると思います。
そしたらこれで豆トラで耕していきます。ちょっとここを見ていただいたらと思います。ここは表面だけを耕したとこですので、米ぬかともみ殻がそのまま見えますよね。こちらが深く混ぜ合わせたところですので、かなり下の方までもみ殻と米ぬかが入り込んでいます。このようにして深く耕すことによって下の土の中を深くまで発酵さすことができますので、これは一度で耕して終わりということではなくて、今日これ2回回りましたけど、あと 1,2 ヶ月の間に 4,5 回は耕して土を上下をまでかやす方がいいんではないかと思います。では続けます。こまめで耕しましたけども、深さがどれぐらいいってるかをちょっとこれが30センチの鉄の棒です。深く下どこまでいくかを押してみます。ここまでです。約20センチ。20センチ深くまでは耕せていますが、これを何回か耕していくうちにもうちょっと深くはなっていくと思います。それに土がちょっとこれ湿り気が少ないですので、発酵するにはちょっと水分が足りませんので、できたらこれに愛媛藍を500倍ぐらいで薄めて水をかけると発酵が促されると思います。そしてこれを1ヶ月以上2ヶ月近く寝かすんですが、今日はちょっと米ぬかともみ殻をよく入れたのでちょっと長く寝かせますが、その寝かす間に数回、できれば 5,6 回を高温して発酵を促すとさらにいい土作りができると思います。作物を植える1週間前にちょっとやっぱり肥料は少なめに入れて畝を上げて、1週間後にいろんなお野菜を定食をして
お野菜の様子を見ながら追肥で補っていくっていうやり方が一番無難なやり方で、虫とか病気にも強くなっていくんではないかと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。ニコ。